本日もお疲れ様です。お米チャンネルマイカです。憂鬱になりやすいと言われている5月が過ぎようとしていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。元気ですか？私はめちゃくちゃ元気です。この動画のタイトルがあまり元気そうじゃないと思うので、ちょっと心配になっちゃう優しい方もいるかもしれないけど、最後まで聞いてあげてください。きっと今あんまり元気じゃない人がいたら、私のこのポジティブなパワーがそちら側に届くと思うので、届けということで、本日の米トークはこちら。みんなに情を伝えたいこと。元気な私が心療内科に通う理由。もやを言語化すると対応できる病院選びのポイント。その他雑談多数です。盛りだくさんなので、いつも長い私の動画が今日はいつも以上に長くなっちゃいそうな気がしております。なのでおやすみなさい。ちょっと寝落ちしててください。今日の話はみんなに話すのちょっと悩んだし、もし打ち明けるとしてもいつにしようかなってずーっと考えていたことで、タイトルにも多分心療内科ってワードが入ってると思うんだけど、すべてを克服したらというか、病院に行く必要が全くない日々がやってきたら、いつか打ち明けようかなってもともとは思ってました。でも精神的な問題を抱えてることを恥じるというか、隠して生きるよりも、病院に行って前向きに心を健康にしようって思える人が増えてほしいなっていう気持ちと、そういったあんまり心が辛い経験がない人には、そういう人のことを偏見を持たずに理解をしたりとか応援をしたりとか、これからお話しする私に起きたことを聞いて、心療内科ってこういう人も行く場所なんだなっていう認識を持ってもらえたらなっていう思いで、重たく見えるテーマだとは思うけど、話そうと考えました。もう2年くらいかな前にメニエール病になったことをしくじり先生的な感じで話したんだけど、今回もねそんな感じで、みんなは私みたいになるなよって
つ目のトピックは、みんなに超伝えたいこと。これはもう大体はね、さっきの繰り返しになっちゃうんだけど、精神疾患って弱い人がなるっていうものじゃないから、異変を感じたら病院に行こうねっていうことと、周囲に精神疾患をもし持っている方がいたら、それが病気であることを理解して寄り添ってあげてほしいなっていうことです。これだけ聞くと、いや、当たり前のことじゃんって思うと思うんだけど、私は自分が病院に行くことがなかなかできなかったり、ちょっと理解してもらえない過去があって、まず先に言った精神疾患は弱い人がなるものじゃないから、異変を感じたら病院に行こうねっていうのは、昔の私の場合、自分がこの心の病気だと分かったら、家族とか友達とかでどう思うかなって、あとは診断された病気と自分が向き合えるかなって考えちゃったりとか、そもそもこの苦しい毎日は自分が弱いだけじゃないかなって、ずっと思考がぐるぐるしちゃって、病院に行くっていう勇気は出なかったりとかしたの。最近は大人になってから発達障害が発覚したとか、ADHD だって積極的に公表していくような流れがあったりして、昔に比べると理解が世の中に深まっているかなって思うんだけど、やっぱり精神疾患は恥だって思う人とか、メンタルの弱い人が病院に行くんだとか、病院でメンタルケアを受けるっていうことは未だに偏見だったり、否定的な意見があったり、多くの人が精神的な問題を抱えていることを公にすることに抵抗を感じているっていう状態ではあるし、特に日本はね、それが強い傾向にあるらしくって、例えばアメリカではカウンセリングの受けたことのない人の方が少ないんだって。日本はね、一般的なカウンセリングがだいたい保険適用外で全額自己負担だから、結構お値段が高いっていうことに対して、アメリカではカウンセリングへの保険適用が広く行われているから、カウンセリングを受けることは一般的ってなるし、精神疾患の治療っていうだけじゃなくて、日常のストレス管理とか自己成長のためにそのカウンセリングが利用されることも多いし、費用面での違いがとても大きいかなとは思うんだけど、でも精神疾患は五大疾病で、がんと同じレベルの病気なんだって。五大疾病っていうのは、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病とは精神疾患の5つの疾病のことを指すんだけど、その中でも
一番患者数が多いのが精神疾患なんだって。日本って世界でもトップクラスのがん大国って言われてるから、それよりね、多いってことは本当に大体の人がもう心不健康じゃんって思うし、がんと同じレベルの病気っていうことはやっぱり病院に行かないで放置するっていうのは危ないなって思う。例えば足を怪我しちゃって骨がさ折れちゃったら病院に行って治療するし、手術をすることだってあるじゃん。骨が折れたらさ、その後はだんだんとさリハビリとかして治すように、心の病気もちゃんと正しくケアをしていくことが必要だよね。骨がさ折れたままじゃ歩けないから、心もちゃんと歩けるようにお医者様に見てもらった方がいい病気ってことなんだよね。しかしですよ、そんなこと言ったって病院好きじゃないし、私もだけどなるべく行きたくないって思うよね。あとは私はさ、マイカちゃんこんなに普通っぽいのになんで心療内科行ってるのって思うので、一部の方は興味ない人がほとんどだとは思うけど、なのでね、ここからはちょっと私 VS 心療内科の歴史からお話ししたいなと思います。はい、私が生きることが辛いとか消えちゃいたいって初めて思ったのは中学生の頃なんだけど、その気持ちがねどんどん強くなって、本格的に、生きづらさを感じ始めて、自分は心の病気があるんじゃないかなって少し思ってたの。ちなみに YouTube のねポリシーがあるので、違反しないように直接的な言葉を使わないような表現をなるべくするから伝わりづらい箇所はあるかもしれないし、今回は病院に通ってからの変化とか、今ちょっと苦しいなって心の異変を感じてる人が前向きに治療できたらなってこととか、元気そうに見えてもこういう人っているんだなっていうのをメインに伝えたいから、なんで私がそういう苦しい状態になったのかっていう、根本みたいなところは一旦深掘りはせず、いつかね機会があればまたそれは別の動画で語りましょうかね。そう過去のことね全部話したら多分この動画が24時間耐久とかになっちゃうから長いよ。はい、とにかく自分に自信がなくて、中身もだけど容姿も何もかもが嫌いで、ある時期から急にパニックになるのが多くなっちゃったの。そのパニックっていう内容は、度合いによっていろいろなんだけど、涙が止まらなくなって過呼吸になるとかっていうことから、命の危機みたいなこ
ことまであって、なんかこのままじゃ私はいつ消えちゃうかわかんないなって思って怖くなって、さすがに病院に行きたいなというか、そういう決心がついて、それを両親に相談したの。そしたら、今の時代は病院に行ったら誰でも何かしらの病名を診断される時代だから、なんだろうな、行かなくていいよって、あなたは普通だよっていうことを言われちゃったの。で、病院に行ってほしくないんだなっていう気持ちを強くビビッと察知したから、行くのを断念したの。私がその辛いのとかをなるべく人には見せないようにしようとしてたから、両親はなんか私がそういう風に泣いたりね、パニックを起こしているっていうのをあまり見たことがなかったし、私がその苦しかったことがね、そうすると伝わってないから仕方なかったんだけど、やっぱりなんか勇気を出して打ち明けたことが理解してもらえなかったっていうのが辛かったし、なんか終わったなっていう感じはした。だからその経験から苦しんでいる人の辛さとかは少しでも理解してあげる。たとえなんかわからなくても寄り添う姿勢を見せることって大事だなっていうのは思った。学んだ。で、その後も必死に生きてたんだけど、今振り返っても絶対戻りたくないなって思うくらいちょっとかわいそうだなっていう試練が積み重なって、自分は心から安心できる居場所みたいなものはないし、信じられる人もいないしって、なんか闇の世界に迷い込んでしまって、常に人生終了っていうなんかお知らせが流れているような状態で、なんで私はみんなみたいに普通に生きられないんだろうなって、なんてダメ人間なのかなって永遠に自分を責める毎日でした。で、そんな時に、とある人から悪いのはあなたじゃなくて、きっとあなたの中の病気だよって心療内科に行くことを提案されたの。一度ね諦めたけど、もう次は両親に言わないで行くことにして、心療内科とか精神科は1時間とか2時間カウンセリングをするものだっていうイメージがあったから、勇気を出して病院に行くぞっていう決心をしたし、なんかやっと治るぞっていう希望がねすごいあったの。期待しちゃってて、でもなんか実際に行ったら、あれ全然思ってたのと違うぞっていう感じだったの。そこは若い私は勉強しておりませんで、そもそも心療内科とか精神科は診察とお薬の調整が中心で、初診は60分とか取ってくれるところもあるけど、基本的には診察時間は5分から15
のことが多いんだよね。で一方で保険が適用されない自費で行うカウンセリングは悩みとか考えをじっくり話す場所で30分とか90分とかかけて臨床心理士さんとかカウンセラーさんとかと話して思考をね整理する感じ。私が初めて行ったのは心療内科とか精神科だったから、想像するよりも話す時間が短かったことは仕方のないことだったんだけど、でもこんな聞き方するとか、こんなことを最初からぐいぐい聞くのかってちょっとびっくりしちゃったりとか、なんかすごい冷たくて診察が秒で終わることとか、この先生は本当に私のこの状態を良くしたいって思ってくれてるのかなって感じるような、なんか塩対応っていうか、そういう先生もいたし、結果その時4軒くらいの病院に通ってみたんだけど、目に見えない病気だから病院によって診断される病名は違うし、なんか思い出したくないことを無理やりえぐられてるというか、自分を傷つけてる感じがして、帰りはなんかこれに意味あるのかなって毎回泣いてたの。辛いって。でも良かったこともあって、その病院に通っている間にいろんなことを乗り越えて、両親もねその時は一旦分かってくれたから、最後の病院は両親と一緒に3人で行くことになって、そこで私が苦しんでいたことを理解してもらえたし、私も自分の中で様々なことを振り返るきっかけになったし、話したくないことをね病院で話して毎回泣いて帰るくらいなら、これからはもっと話を聞くから、辛かったらわざわざ病院に行かなくてもいいよって両親も言ってくれて、自分と向き合って頑張って生きようって思ったの。その後もさらにいろんな問題が起こったから、マイダディ、お父さんですねとは何年も話せていないっていう話は以前動画で話したんだけど、その話もとても進展があったから、それは次回に置いといて、そこから年月が経ってちょっときつめの労働環境で社会人でね仕事をしている時、私は事務系の部署にいたんだけど、上司の圧というかいろんなことがちょっときつくて、周りからなんかいじめられてるねって言われるような日を過ごしてたんだけど、ある日たまたま仕事終わりにご飯に行ける時間に終わったから、仕事が仲のいい他の部署の人たちとご飯行こうよってなって外食をしたの。でそしたら急に気持ち悪くなって
きちゃって、お手洗いに駆け込んでちょっと、吐いちゃって、食べることがね、私は一番の幸せって昔から言ってるくらい、本当に食べるのが大好きで、人生で辛いことはいろんなことあったけど、ご飯が食べられなくなるとか、食欲がなくなるっていう経験が一度もなくて、常にね、他の子のリアルに10倍くらい食べてたの。それくらい食べることが大好きだったのに、その日を境に吐き気がね、常にあって、食事がうまく取れなくなっちゃって、しかも一番好きだったお肉とか揚げ物とか、重たかったり脂っこいものが一番大好きだったんだけど、そういうものが全く食べられなくなっちゃって、本当に絶望したの。一番の幸せがなくなっちゃったって感じで、でもその頃の私は今よりも10キロくらい太ってたから、痩せたいっていう気持ちは学生時代からずっと持って生きてきたから、ご飯が食べられないってことは痩せられるっていうメリットを見るようにして、大丈夫、いいじゃんいいじゃんって自分に聞かせて、食べられない状況でも前向きに頑張ろうって思って過ごしてた。最初はそれでよかったんだけど、一向に良くならなくて、何でも食べられる日もあるけど、何にも食べられないこともあってみたいな、毎日が繰り返されてて、ただコロナ禍だったから人と会わない時間ばっかりで、外食の機会もないし、本当に最悪な困るシチュエーションみたいなのはなかったので、そこからだんだんと世の中が通常の流れに戻っていって、さあ友達とご飯やっと行けるね、家族とも出かけられるねとか、そうなった時にもうめちゃくちゃ困っちゃって、食欲ないなとか気持ち悪いなっていうのは常にあるんだけど、それがとてつもなく強くなる時が多くなって、ひどい時は声も出せない、水も飲めないみたいな感じ。うまく表現できないんだけど、この喉が固まって動かない感じがあって、血の気が引いたりとかしちゃうの。だからせっかくご飯屋さんに入っても急に波が来て、もう今にも入っちゃいそうだからお手洗いから出られないとか、声を出そうとしても入っちゃいそうだから喋れなくて、無言でお店を出て、友達にはLINE で事情を説明してごめんって言ってそのまま帰るとか。でもその時も吐き気が本当にすごいから、電車とかタクシーとか乗り物にはもちろん乗れないし、だから歩くしかなくて、でも距離がすごいあるから途中でもう道で固まって
そうやって誰かといる時に波が来ると、その場のね空気も心配してくれるから乱しちゃうし、何も知らない友達に一から説明するのも大変だったし、気を使わせたくないからもう外食するの怖いなって思うようになっちゃって、でそしたら食事がない場でもそういう波が来ることも出てきて、症状がねひどくなってっちゃったから、友達に誘われても遊びに行くことができなくなっちゃったので、当たり前なんだけどご飯が食べられないってことは、栄養が取れてないから肌荒れはすごいひどいし、髪の毛は切れたりとかもうこそって抜けちゃうようになって、で頬もすごい焦げたし、見た目だけじゃなくて運動とかもね疲れちゃうからたくさんできなくて、そもそも休日はほぼ寝たきりで水だけ少し飲めたら飲むっていう時も多かったから、相当ね体力が落ちて、おばあちゃんみたいなことを言うんだけど、腰がね本当に痛いというか、膝も痛くなって歩くことが怖いなって思う時もあって、ちょっとこのままじゃまずいなって思って危機を感じて病院で検査をしてもらったこともあったんだけど、結局大きな異常が見つからなかったから心療内科とか精神科に行った方がいいですねって言われちゃって、でも過去の記憶から心療内科も精神科ももう絶対行きたくないみたいな、本当に行きたくないって思ってたから、なんとかね自分の力で復活をしてやるぞっていう気持ちで、そこからはなんでこうなっちゃうんだろうっていう原因を自分なりに考えて、もう年単位でねいろんなことを試して、壁にぶつかって絶望して立ち上がって絶望してまた頑張って絶望して絶望して絶望してっていう、その繰り返しでした。時は2024年の2、3月頃になります。苦労の甲斐があって、食欲が戻ってきて、お肉を食べるのも怖くないし、お外でもご飯が食べられるしっていうくらいの日が数週間過ごせて、もう人生最高すぎるみたいな、ご飯が食べられれば何も怖くない、これで普通に生きられるぞみたいな、最強だって思って、克服できたなっていう感じだったの。なのにみんなもね知ってる通り、私は3月末から耳が聞こえない、めまいが止まらない、高熱が下がらないっていう感じでメニエール病になったわけです。こうやって見ると当たり前だよね、こうなるの。本当にさ、ちょっとポンコツだわ。そこでメニエール病の症状でもあるその吐き気がまた出てきちゃって、不安定に戻って、いろんなことは試したけど、もう
なっちゃったの。で、その頃に会食恐怖症っていう病があることを知って、なんか調べてみたら自分と同じような症状の人が同じその悩みを抱えてだけど克服をしましたっていう記事とか動画があって、なるほど、こんなものもあったんだ、で自分だけじゃなかったんだっていうその謎なものと戦っている感じがあったのが、こう仲間がいたみたいな安心感と、これって治せるものなんだっていう希望が見えて、私も治るんだったら完治させたいっていう気持ちが強くなって、でメニエール病の治療があったから病院に通って、こういろんな科の先生と話す機会があって、で今度は一人じゃなくて相談しながらいろんなこうお薬を処方していただいたりとか、漢方を試してみたりとか、いろいろやったけどやっぱりダメで、最終的にはまた心療内科を勧められたの。でもその時の内科の先生がすごく信頼できるなって思える人で、なんか自分のね過去の心療内科へのトラウマみたいなものを軽く話したら、私の師匠であればあなたの心を開けるかもしれないって、合ってると思うって言われて、いや超行きたくなかったけど、ご飯をね普通に食べられるようになりたくて、食べられないと人に会えない、会うのも怖くなっちゃってたから、普通に生活ができるようになりたくて、絶対治したい、健康になりたいってめちゃくちゃ強い思いがあったから、勇気を出して行ってみることにしたの。でそこで出会った先生は調べてみたらネットでなんかマジ神みたいなことを言われてるくらい、すごいその心療内科の中ですごい先生だったの。でこういう心の病気ってなんか完治させるのが大変じゃんっていうのがあるにしても、そもそも根本から解決しようっていうよりは、とりあえずちょっとお薬でなんとかするとか、本当に悪徳なね病院だと薬を出せばなくなったらまた薬をもらわないと辛いループになるから、とりあえずこの中毒性のある薬を増やして通院させるっていうのもなんかあるらしいんだよね。だから病院選ぶの怖いなって思ってたんだけど、私の行ったところはそのなんか逆を行く病院で、初診の際に誓約書にサインをしたの。で何かっていうと、当院は本気で病気を治療する意思のある方のみ通院していただきたいので、薬は限定したものしか処方しませんよっていう。で種類はこちらですってつらつらつらって書いてあって、薬だけ処方してくれればそれでいいっていう考えの方は他の病院に行ってくださいみたいなことが書いてあって、それでも本気で治療する気があるならサインしてねみたいな感じで、なんか病院からも治してやるぞっていう気合を感じたの。で
問診票が事前に Google フォームで送るタイプだったから、私は前日までに合計7、8時間はかけたの。そう。あらゆる質問を頑張ってね、回答をしたの。で、過去の辛すぎるいろんな記憶をね、パカって開けて蘇らせる作業の繰り返しだったから、もうね、とても苦しかったけど、絶対に治すっていう強すぎる意志があって、だからもう泣きながらいろんなことを思い出して入力して、そしたら当日その先生の前に A4 のね用紙が山積みになっていたの。どうやらその前日の明け方、むしろ当日の早朝に私が送信した問診票をすべて印刷して、私が病院を行くまでに読んでくださってたみたいで、その時点で今までの病院との違いに驚いた。だけど初診だったから合計1時間くらいはいろんなお話を聞いてくれました。その日の最後に今日はどうでしたかって聞かれたから、自分のやってきたことが間違ってなかったんだなというか、苦しかったけど分析して改善してって長い長い間やってきたことは意味があったんだなって思えたし、その自分のやってきた行動にきちんとした名前があるっていうことを今日知って、いろんなことを知らぬ間にできていたんだなと思ったらすごく嬉しくなりましたって答えたの。そしたら、おだてているのでも何でもなく、あなたは天才だよ、勉強したわけでもなく、ここまで死に近い状況から今のように回復する人なんていないから、本当に努力家だしセンスがあるというか、本当にすごい、本当にねって言われて、嬉しすぎてね、その日のことをメモしてたから、今こんなね一言一句読めたわけですが、そのマジ神って言われてる神に天才って言われたら、もう直すしかないわって単純すぎる思考になったのと、それだけでも嬉しかったけど、そんなことではなくて、本当に自分のやってきたことが評価されたような、無駄なことはなかったんだって、すごく苦しくて消えたかったけど、頑張って本当に良かったって、そう思えたことが心の底から嬉しかったんだよね。ちょっと脱線もしつつだったけど、これが私が心療内科に通った理由でした。その後は、紹介していただいたカウンセリングをメインに通って、心療内科はたまにしか行かなくなって、今では漢方とか自分でいろんなことを試しながら生活をしているから、心療内科には年に1回とか2回行くかなっていうくらいだし、あとは耳のね方の病気も含めて、自分との戦いっていう感じで、日々心はね割と元気に過ごしています。どちらかというと体がきつい。そう。でもここまで来れたのは結構昔の自分からすると奇跡
病名は一応 PTSD の別名、心的外傷後ストレス障害っていうのの、二次的なもので、そういう会食恐怖症の症状も出てきたっていうことでした。ただ先生も言ってたけど、心の病気って本当にたくさんあるし、境界が曖昧だったり、症状が重なりやすくて、見方によってね、違う診断ができるものだから、病名をつけるのはすごく難しいみたいで、つけるとしたらこれでっていう感じの言い方をされました。でも、病名というか自分に起きていることを言語化するのって大事だなっていうことを今回ね、とても感じたんですよね。そこで次のトピック、もやを言語化すると対応できる病院選びのポイント。これは内田舞さんっていう小児精神科医とかハーバード大学の医学部の准教授をされてる方がね、とある動画でおっしゃっていたことで、今日の話、実はもっと前にね、話そうって思ってたから、その動画自体は結構前のものなんだけど、この動画のね、説明欄にリンクを載せておくので、気になる方は見てみてください。で、人間は何かを理解するとか言語化することによってものすごく安心感を得られるところがあるらしいんだけど、確かに今回の私も数年間ずっと悩まされてきた吐き気とか、この食欲不振に会食恐怖症っていう名前があって、私もそれかもって分かってから、その症状とより一層向き合うことができたし、自分に起きていることを言語化して対処する、そのスタートラインに立つためにも、病院で自分の症状を見てもらうことってとっても大切なことだなって実体験からも感じました。その時どんな病院に行けばいいかは、昔の私のように思ってたんと違うなってならないためにも、今は便利な AI っていうものがね、あったりとかいろいろあるから、調べて選んでみてほしいんだけど、一応今軽く違いを話すと、心療内科医と精神科医はいずれも心の病の治療をしますが、心療内科では心が原因の体の不調に、精神科では心の不調そのものに対して治療を行いますっていう風に出てきて、私の場合で言うと、体の不調に困ってたから前者ですねっていう感じで、次に心療内科とカウンセリングの違いは、治療の目的や保険適用、治療法など。治療の目的は、心療内科では病気を治療することを目的としていて、薬物療法や精神療法などを行う。カウンセリングでは、悩みの相談や解決を目的としている。自分の感情を表現したり、問題をカウンセラーと一緒に考えたりします。で、保険適用については、これがね、結構大きいかなって思うんだけど、心療内科では保険の診療がね、適
適用されて、カウンセリングでは保険が適用されないんだよね。だから1時間話すのに1万円とかかかっちゃうところが多いんじゃないかな。ただ、あんまりよろしくない心療内科だと薬だけ出して終わりみたいなところもあるし、これは心療内科の先生に言われたんだけど、薬だけでどうにかするっていうのは根本解決にならなくて、結局虫歯だとしたら、虫歯があるのに痛み止めだけずっと飲んでるみたいな感じで、治療はしないで紛らわせてるっていうようなものだから、痛み止めを飲むのはダメなことじゃないけど、治療をやっていかないとなかなか前には進めないというか、でも先生も一人に1時間とか2時間とかかけて診察できるっていうわけじゃないから、心療内科の先生と方針とかを決めて、カウンセラーさんと問題解決法を探ったりするっていう。カウンセリングではね、お薬の処方はしてもらえないから、また心療内科の先生に痛み止めをもらいつつ、方針も確認しつつ、また前に進んでいくみたいな感じで回復を目指していくっていうイメージかな。カウンセラーってただ話を聞く人っていう風に認知されていることが多いから、話をね聞くだけなら誰でもできるとか、話を聞いてもらっても問題が解決するわけじゃないから意味がないっていう風に考えて、心療内科でお薬だけ処方してもらうことを選ぶ方も少なくはないらしい。カウンセリングはすごくお金がねかかっちゃうけど、組み合わせることで効果的に治療を行えるとも言われてるから、私は何度か通いました。私の場合はもともと自分の話は誰にもできないっていうタイプじゃなかったから、カウンセリングに行っても友達と話すのと変わらないし、意味ないって思ってたんだけど、やっぱり専門の方の意見をいただいたりとかすると、自分の起きていることを理解するとか、思考の整理に役立ったと思うから、今は通ってよかったなって感じてます。正直心療内科でも自分のやってきたことをただ名前がある言葉で説明されただけっていう感覚だったから、すごく意味があるって思えない瞬間もあったけど、でも人一倍いろんなことを考えたり行動を分析する私みたいな人間でも、自分の過去を幼少期から全て掘り返して改めて向き合うと、とんでもなく苦痛だったけど発見があったし、そのおかげで前に進むことができたし、ちゃんとね、いろんなことに向き合った自分を偉いぞって褒められるようになって自信もついたし、私は先生に第一声で、あなたからは絶対にこの症状を良くしたいっていうすごい強い意志を感じるから絶対治せるよって言われたんだけど、それはね本当にそう思うの。感知することがなかったとしても、
治したいっていう強い意志があれば、心の病って絶対に1ミリはね、改善するから。だから、総じて私はやらないよりはやってよかったし、意味があったって感じてる。で、いい病院をどう選べばいいのかっていう問題は、私もね、カウンセラーさんに聞いたことがあって、まず、さっき話したように、心療内科や精神科は基本的に診察とお薬の調整で1時間くらいじっくり話を聞いてもらうようなカウンセリングとは別枠になってることが多いんだよね。あと、カウンセリングで保険適用されるっていうことは超レアケースで、基本的にはもう自費だから料金設定がかなり自由らしいんだよね。なので相場をきちんと調べて、極端に料金が高すぎるところは一度慎重に行くかどうかは考えた方がいい。それと、とにかく通わせるとか、毎回ただ話を聞くだけっていうよりも、自分の考え方の癖とか、ストレスとの向き合い方とか、呼吸や思考整理の練習みたいに、自分で整えていく力を育てるような方向のサポートをしてくれるところは、根本の改善を大切にしている傾向があるよって教えてもらったの。例えば、認知行動療法とかマインドフルネスみたいなワードがあるかを見るのも一つの方法らしいです。病院とか先生の相性は本当に人それぞれだから、なんかこの先生合わないかもって感じるのは全然悪いことじゃないし、その場合は大変だけど次の病院とかカウンセラーさんに見てもらうことをおすすめします。ではそろそろまとめに入りましょう。とりあえず、辛いことも死ぬほどあった人生だったけど生きててよかった。苦しかったことも私には全部必要なことだったし、無駄なことは一つくらいはあったかもしれないけど、ほぼなかった。これは10万人記念の雑談動画で言っていたことなんだけど、本当にそうだなと思う。今回ね、ご飯がうまく食べられなくなった初めのきっかけは、上司との関係というか仕事のストレスだったけど、でもそれがあったから気づけたことは山ほどあったし、世の中にこういった症状で苦しんでる人がいるっていうことを知れたし、自分の成長につながることもあったし、だから辛かった出来事も含めて、今は本当にすべての人に心から感謝できる。もちろんその上司の方とかその環境にもすごく悩んで、どうしたらいいかわからない時期もたくさんあったけど、やっぱり人生に起こることは全てに意味があるんだなって思いました。自分でね、ちゃんと意味をつけて
起きたことを正解にするっていう努力は必要だけど、でこれはね、本当に今日のことは冒頭に話した通り、すべてね克服したら、実はこういうことがあったんですっていう話をいつか打ち明けようかなって思っていたんだけど、でも私はなんか心の病、メニエール病もだけど、病気って治せる、完治できないものもたくさんあると思うし、となると、特に心の病は一生付き合っていくものかなって考えてるから、だったらなるべく早くみんなに話して、苦しんでる人がいたら、ちょっとでも参考になったりとか、そういう経験のない人には偏見を持たないで理解して寄り添って応援をしたりとか、私に起きたことを聞いて、なんか精神系の病院ってうつとかだけじゃなくて、いろんな症状があって、いろんな事情で行く人もいる場所なんだなっていうことを、そういう認識を持ってもらえたらなという思いで撮影してみました。以前もお伝えしたんですけど、私の場合はなんかこの人の動画を見たいな、この人の他の動画はどうかな、これからもなんか応援したいなって思える YouTuber さんで、その一個の動画の面白さだけっていう時もあるけど、大半がその人の人間性とかで応援したいとか、見続けたいなってなることが多いから、他人を批判するとかじゃなくて、自分の考え方とか生きてきて感じたこととか、こういう人生だったんだよねっていう話はこれからも発信していきたいなと考えています。 ASMR っていうジャンルは癒されたくて視聴する方がね多いと思うから、これはどうなんだって思う人もいると思うけど、私は私らしく他の ASMR とはちょっと違った角度でもみんなの心を癒すお手伝いができれば幸いです。はい。みんなも私のことを癒してください。癒してください。本当に今辛いなって思う人がいたらね、私もまだまだちょっと不安定な時が波がありますから、なんか前向きにやってるやつここにいるなって思って一緒にね一歩ずつ進みましょう。別に明日ね2歩下がってもいいし、明後日もまたさらに2歩下がっても大丈夫だから、少しずつ、本当に少しずつでもいいので、また歩いてみましょう。前に前にゆっくりとゆっくりと。じゃあ終わります。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくりと眠れますように、そして
明日も素敵な一日となりますように。それではおやすみなさい。おやすみなさい。長かったね今日は。ゆっくり休んでね。最初